世界を見渡す。いろんなものが見える。生きているもの、生きていないもの、初めからあるもの、人間が作ったもの、それぞれがそれぞれの色を持っている。色が見えるのは光があるから。光がなければ何にも見えない。色って何だろう。色は光の波長が作り出すもの。私たちの目に見えているのは光の波長の中のほんの一部だけだって。だから見えているものもほんの一部だけだって。見えないものを見てみたい。もっと目を凝らして。それではどうぞお座りください。ゲストスピーカーの皆様をご紹介します。お一人目は原田一子さんです。よろしくお願いします。今日は来てくださってありがとうございます。お二人目はプロデューサーの森田苗さんです。よろしくお願いします。本日はもう一方、オンラインにてご参加いただくゲストがいらっしゃいます。谷川俊太郎さんです。こんにちは。もともとメガスターズコスモスというプラネタリウムのオリジナルコンテンツの2作目ということで、1作目は本当にすごく見えるっていうメガスターだと天の川までくっきり見えるよねっていうところで見えるがテーマだったんですけど、2作目は逆にこれだけ見えても見えないものがあるっていう暗闇の方に注目しようということで企画を、しました。ちょうどその時福江淳先生という方のご著書で見えない宇宙の歩き方っていう本があって、そこですごくそういった科学の面では参考にさせていただいて、一緒に当時の科学コミュニケーターの後で出演される松岡さんと一緒にいろいろ企画を練っていきました。でそこから暗闇がテーマで、暗闇の色っていう、見えないものを、テーマにした時になんかすごく音をどうしようかなと思って、で音にその時色彩をはらんだ音と電子音とも言われてた、レイ・ハラカミさんを、オファーをさせていただいて、でそこからじゃあレイ・ハラカミさんの音にナレーションどなたにお願いしようと思った時に女性であんまり解説的なちょっとアナウンサー的な形で語られるよりも、やっぱこういったテーマをささやくように語っていただきたいということで原田育子さんにお願いをしたという経緯があります。そうですね。今ここにレコードを持ってきたんですけど、レイ・ハラカミさんのこの暗闇の色のサウンドトラックと、谷川さんの詩を朗読させてもらった音源が入っていて、でこのサントラをもうこのプラネタリウム以降もよく聴いていて、なんか寝る前とかにかけたまんま寝てしまうこともあったり、逆に運転してる時に聴いてる時もあったり、自分の実生活の中でよく
かけてるんですけど、やっぱりこの未来館のこの環境で鳴らされるためにこの音楽は作られていて、でこのコンテンツのために谷川さんが詩を書かれたんだなってことをさっき久しぶりに見て改めて思いました。とても豊かな時間でした。自分も手探りで、おそらくこの未来館という場所においても、そのプラネタリウムということでおいてもすごくこう、挑戦的な顔合わせというか本当に私でいいのかなっていうぐらいの、ナレーションには本当こう不慣れだったんですけど、なんかそこをこうあんまりこう上からとかこうかしこまってとかじゃなくって、本当にすぐそばで耳元で話しかけてるぐらいの声の音量であるとかトーンだとありがたいですということを言ってもらって、でそのように、やってみました。はい。で谷川さんと、このプラネタリウムを並んで拝見できた時がありましたね。それが2006年の1月だと思います。そうか、お客様も、皆さんいらした中で谷川さんと私がこうリクライニングで一緒に見るっていうことがあったんですけど、その終わって外に出て行った時に、私の父親ぐらいの年齢のお客様がスタッフの方になんかすごく詰め寄っていて、さっきのナレーション誰なのって、なんかよく聞こえなかったんだけどあれはなんとかならないのっていうのをすごく詰め寄っていて、で私ですって、もうすぐ本当にそばにいらしたんで、私です、すいませんでしたとかなんかをとっさに謝ったら、谷川さんがそこにスッと行かれて、それがいいんじゃないですかって一言もうおっしゃってくれて、なんかもう涙が出そうでしたけど、本当にドラマみたいな、まさかみたいな、本当に7階出口ちょっと割とこう出口なんか狭くて、結構人が詰まってるところで、もうまさになんかよくその光景を覚えてるんですけど、もうすごく怒ってましたよね。だからこのプラネタリウムはちょっとアナウンサーみたいな声がいいんだよねって言われて、もっといたでしょうってすごく言われてだからこうそうなんです。この企画はとっても挑戦的だったと思います。でそのように不快な思いをね、させてしまうこともあるんだなっていうことと、でもなんか谷川さんのそのたった一言で一括する力いや僕はやっぱりなんかね、そういうふうなナレーションしてくださいって言った記憶があるんですよね。はいはい、だからそのおじさんには悪いことしたんだけど本当ですねでもありがたかったです、本当に。そうですね、ちょっとこの谷川さん書いてくださったのは最後の「闇は光の母」という詩で、その前半のシナリオ部分は私と松岡さんとでいろいろああだこうだ言いながら書いてたんですけど、どうしても最後がちょっとこうなんていうんですかね、ナレーション的な文章だとやっぱり締まらないなと思っていて、ずっとそこ空欄になっててどうしようかなと思ってたら、原上さんから音源がサンプルが届いて、これ結構いいなと思って、もうこれは谷川さんに頼むしかないって思ったんですよね。それでもう原田さんのナレーションの収録の日は決まってたんですけど、谷川さんに多分1ヶ月、今遡ると多分1ヶ月半ぐらい前ですかねにちょっとお手紙を送ったら、割と1週間後ぐらいに谷川さんがやってみようと思いますっていう電話の伝言を残してくださって、でそれから本当に1ヶ月後にファックスでこう届いたんです「闇は光の母」っていう詩が。でもそれが本当に未来館の事務的な事務室のファックスのところに「闇は光の母」って書いてあると思って
すごくそのなんか書かれてることの崇高さとファックスの感じ、今も持っているんですけど、すごくクラクラした記憶があります。その時にどうして谷川さんにどうやって頼んだかというと、はい、こういう私はこの遥かな国からやってきたっていう詩集をで知ったんですけど、見るという谷川さんの詩がございまして、でそれにすごく制作中企画中にイメージをいただいたので、これに感動してるので暗闇とかそういったテーマで光とか見える見えないとかそういったテーマで詩を書いていただけませんかというふうにお願いしました。僕は闇っていうものをね肯定的に捉えることができたのはそのおかげなんですよ。この詩を書いたおかげって感じがありますね。それまでやっぱり闇っていうのはどうしてもなんか否定的にね考えてたところがあるんだけど、この詩を書いたおかげで自分の中の闇のイメージがねちょっと変わったんですね。見るっていうのは読んでくださってたんでっていうのはすごく良かったと思うんだけど、あれはもう本当は闇とか関係なくだいぶ前に書いた詩なんだけど、自分ではとても気に入ってたのね。なんか見るっていうこと、人間が見るっていうことは肉眼だけじゃないみたいなことを考えてたんで、闇ってねやっぱりどうしてもマイナスイメージでね、はい、真真っ黒で何にも見えないっていうふうにどうしても思っちゃってたんですよね。だけど闇の中に見えるものが人間はあると、つまり肉眼だけで見てるわけじゃないから、なんか闇の豊かさみたいな風に発想が変わっていったんですね。それまでやっぱりほら子供の頃からずっと暗いところがやっぱ怖いもんだから、なんか闇っていうとどうしてもマイナスイメージで捉えてたのが、なんかその闇の中にいろんなものがこう感じられるっていう豊かな肯定的なイメージに変わったわけです。ダークマターっていう言葉が出てきますよね。闇は光の母に。で時もそのダークマターって言葉が多分出始めた頃だったと思うんですよ、科学の分野、そうでしたよね。でも谷川さんすぐ使いこなされてて、すごいなって思いました。使いこなしたわけじゃないんだけどわけわからずダークマターっていう言葉のね、なんかから感じるものがあったわけですね。普通ダークとマターってあんまりこうくっつかないじゃないですか。だけどなんか暗い物質っていうのはねロマンティックだったんですよ、すごく。だから宇宙ってねやっぱりそういう一種のロマンティックなものをね隠せるんだっていうのにだんだん考え方が変わっていったんですね。暗闇の色では、森田さんと一緒に企画を担当したんですけれども、その当時から存在することは分かっているんだけれども、どうしても見えない点々があると。でそれを何度か見ようとするっていう、研究者の試みが、科学的な、テーマでした。で、それから15年経って、当時見えなかったものがいろいろ観測技術が向上することによって、見え始めるようになってきました。で今日は、その中からいくつかご紹介したいと思います。これはその中の一つで、アルマ望遠鏡と言います。南米チリの、標高が5000メートルという、非常に高い場所にあるんですけれども、一つ一つの、お椀型のパラボラが、12メートルとか7メートルとか、巨大なんですけれども、次お願いします。で全部で、66台の、パラボラアンテナを組み合わせることによって、一つの望遠鏡としての役割を果たしています。でちょっとスケール感が分かんないと思うんですが、一つ一つの望遠鏡が移動できるようになっていて、最大と山手線ぐらいの広さに配置することができます。次お願いします。で、撮影された一枚がこれです。で番組の中でも、電波で宇宙を見るということが紹介されていたんですが、でそうすると光っていないような、星と星の間に存在するようなガスが見えるんですが、でその当時はここまでくっきり見えなかったんですが、これは原始惑星系円盤といって、太陽系も昔はこういう姿をしていたというふうに考えられています。でガスが、たくさん集まって、で真ん中にいずれ太陽のような、光り輝く星が生まれると。
で黒い筋がいくつか見えてると思うんですが、そこには地球のような惑星が誕生していくと、こういった現場が見えるようになってきました。でちなみに人間の視力でいくと、視力が6000に相当すると言われています。で視力6000っていうと、例えばここお台場から大阪にいる人を見た時に、その人が持ってる1円玉ぐらいのちっちゃなものを見分けることができると、それぐらいすごい、能力です。次お願いします。で、これは、先ほどのアルマ望遠鏡の他に、世界各地にある、大型の電波望遠鏡を使って、一つの、大きな望遠鏡として、観測したブラックホールです。で、ブラックホールっていうと、何でも吸い込む黒い穴みたいなイメージ持たれると思うんですが、実際にそういったそれも星天体の一つなんですが、宇宙にたくさん見つかってきてます。でブラックホール自体は光を全く発しないので見ることができないんですが、ブラックホールの周りに光の粒子が集まりやすい場所があって、でその光が作る影、ブラックホールシャドウっていうのが、理論的に予測されていたんですが、それが初めて観測されたという例です。2019年のことですね。でちなみにこの時の望遠鏡の、視力っていうのが、300万と言われています。で、先ほどアルマが6000だったので、その、500分の1くらいのちっちゃなものが見えると。で例えばここからその38万キロ離れた月を見ると、月の表面にある、ゴルフボールが、見分けられるくらい、それぐらいすごい視力の望遠鏡です。はい、次お願いします。でこれは、これは写真じゃなくて、想像図なんですけれども、暗闇の色の中では、扱ってなかったんですが、重さがそれほど全部出しても、ダークマターには及ばなかったんですけれども、太陽系以外の惑星っていうのが、当時から見つかっていました。でただその当時は直接観測することができなくって、こういった想像図にあるように、太陽のように光ってる星のすぐ近くに木星みたいな巨大な惑星があると、ちょっとその光が揺れるんですね。でその光の揺らぎを観測して、きっとあそこにあるんじゃないかということを見つけていたんですが、次お願いします。で太陽系以外の惑星も、直接観測できるようになってきて、でこれは2008年に初めて直接、撮影された、太陽系以外の惑星と言われています。真ん中が光ってる星なんですが、ちょっとその上の方にオレンジ色の、点があるんですが、それが木星ぐらいの、惑星です。で、太陽系以外の惑星っていうのは、最近どんどん見つかっていて、で中には地球ぐらいのサイズのものだったりとか、あとその星からの距離が地球ぐらいのもの、つまり海とか水が存在していてもおかしくないような惑星まで見つかってきてます。でもっと観測が進むと、きっとその惑星に空気があるのかとか、ひょっとしたら生き物がいるのかっていうところまで分かってくるかもしれないです。でただここまで見えるようになってきたんですが、やっぱりダークマター自体は未だ謎に包まれたままで、未知の素粒子なんじゃないかってことは言われてるんですけれども、きっとこれからまだ研究されていくんじゃないかというふうに思います。はい、私の話は以上となります。あまりにスケールが大きすぎてね何聞いていいかもよく分かんないって感じなんですけど、逆に言うと自分の肉眼っていうものをね、どうやって信じていればいいのかっていうふうに思いますかね。つまりいろんな望遠鏡とかそういう機械によって見えてくるものも、我々人間としては結局肉眼でそのイメージを見てるわけじゃないですか。だから映像を見るっていうことは実物を見るってことをすごいかけ離れていて、多分ダークマターにしろ、太陽にしろね、月ぐらいは肉眼で見えるんですけども、肉眼では見えないものを機械が見せてくれてるわけじゃない。その抽象性ってものがね、やっぱりちょっと不気味なんですよね。身の回りの肉眼で見える机とかご飯とか友達とかっていうものの確実さっていうものが逆に腑に落ちるって言えばいいのかな。だから望遠鏡とかそういう電波望遠鏡とか、あるいはコンピューター的に見えてるものっていうのをどこまで信じていいのかっていう疑問が残っちゃうんですよね。だから科学の進歩っていうのはやっぱりある意味でそういう不気味な面をね、
持ってるなっていうふうに思いました。科学者はおそらく直接見れないものを自分の世界の中に取り込んで、きっと彼らの中ではすごいリアルなものとして見えてると思うんですね。だからきっと頭の中で実際目で見てるのと同じようなイメージが描けてるんじゃないかっていうふうに私は思ってます。そうですよね。男の目と女の目ってちょっと僕違うと思うんだけど、女性のお二方はどういうふうに見てるんでしょうか。ですね、私はなんかもう音っていうものにちょっと取りつかれてしまってるところがあるので、なんていうのかな、集中して音を聞く時とか目をつむってしまいますね。なんかそれが見るっていうことでもあるというか、だから目の前にあるものってなんだろうっていうなんか不思議な気持ちにもなるんですけど、どうですか、女性とあるのかな。女性だからかどうかは分からないんですけど、そうですね、この闇は光の母をいただいた時に、お返事したことが出てきたんですけど、なんかその時ちょうど NHK スペシャルでなんか脳に直接イメージを埋め付けるみたいな、目を通して見るんじゃなくて脳に直接そのイメージを与えることで初めて目が見えない人が炎が見えたってすごく喜んだっていうエピソードがあって、確かにそれがどんどん進んでいくと多分見るっていうことの意味とかイメージも変わってくるし、アップデートされても結構この「闇は光の母」っていう詩はなんかすごく対応できるって言ったら失礼な軽い言い方なんですけど、すごく受け止められるなって今日聞きながら思っていました。はい。なんか僕は一番最初の詩集が20億光年の孤独っていう題名なんですよね。はい、20億光年っていうのは当時の宇宙の大きさだったわけで、僕なんでそういう言葉が出てきたのかっていうと、ちょうど10代の終わり頃で自分は一体何者かみたいなことをみんな考えますよね。その時に僕はね、座標ってことを考えたんですね。自分が今生きている座標、それをどういうふうに決めればいいのかって。それで場所からすると、僕はその当時東京の杉並区にいたわけだけど、杉並区からどんどんその場所を拡大していくと日本に行って世界に行って地球に行って太陽系に行ってっていうふうに考えると、結局宇宙の中のある一点に自分が存在しているんだっていう感覚になったわけですね。で、時間的に言ってももうそれは本当に時間の始まりも終わりもわからないわけだから、なんかそれがもう人間の頭では考えられないような座標だっていうふうに思って、その詩の最後はくしゃみで終わってあるんだけど、くしゃみっていうのはなんかもうどうしようもなくてアクションって言っちゃったっていうふうなオチになってるんですけどね。だからなんかその科学の情報ってものに僕は常に興味があってね、はい、やっぱりなんかで新しい情報があるとついに見ちゃって、それが自分の中にやっぱり何かの形で入ってきてると思うのね。だけどその科学が教えてくれるものは全部自分の外にあるものなんですよね。だからそれと同時に人間っていうのは自分の内面ってものをどうしても考えるし感じるわけだから、宇宙という概念と自分の内面の宇宙っていうのかな、それも脳が考えてるわけだけれども、そういうものとの関連っていうのをやっぱりどうしても考えざるを得なくなってますね。それはやっぱり科学的な情報があるから自分のかえって分かんない内面の方に気持ちがいくんだろうなと思って